ジタル放送局第3回目の今日は日間賀島をピックアップします。前回の篠島のレポート、篠島の式年遷宮のストーリーもすっごい面白かったでしたね。あれが本当にやっぱり興味深いですね。で、今回のレポートもすごい楽しみですね。今回はね、日間賀島のグルメを紹介します。日間賀島はすっごいいいところですよね。実は僕は5回も行きました。4回はヘリコプターで行って、1回は船で行きました。毎回は楽しかった。さあ、それでも、今回、日間賀島のレポートしてくれた外国人のレポーターさんたちを紹介しましょう。どうぞどうぞどうぞ。こんばんは。こんばんは。こんばんは。皆さん、なんかすごい。どうぞどうぞ、ゆっくりリラックスしてください。座ってください。じゃあ、まずは一人ずつ自己紹介お願いします。はい。สวัสดีครับ。こんにちは。ジアと申します。タイから来ました。今、中岩大学で勉強しています。よろしくお願いします。お願いします。สวัสดีค่ะ。タイから来ましたブライトです。南山大学に勉強しています。よろしくお願いします。お願いします。はい、こんばんは、水野翔太です。いつも日本に住んでいます。よろしくお願いします。ありがとう。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。しんちゃお。私はターと申します。ベトナムから来ました。今名古屋工業大学で勉強しています。皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして。晚安。皆さんこんばんは。台湾から来たトシです。今名古屋大学で勉強しています。よろしくお願いいたします。お願いします。Selamat malam. インドネシアから来たナディです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ皆さん、最近はどうですか？なんか本当に日本は急に寒くなってで、皆様結構暖かいの国から来ましたね。どうですか？日本の寒さ。寒いですね。死ぬほど寒いです。どうですか？なんか寒いは大丈夫ですか？そうですね。なんか夜遅くに帰りたくなくなります。なるほど。はい。なるべく早めに家に帰って帰ってるようにしてます。最近。なるほど。僕は逆です。朝に家から出たくない。ベッドから出たくない。ベッドから出たくなります。翔太さんはもう寒さは大丈夫ですよね。いや寒いですね。でもそんな寒い日なんですけれど、今日12月5日は実は自分の誕生日なんです。そうですか。おめでとうございます。そうですか。今日いくつになりますか？今日21になります。21ということは、ナフトがちょっと嘘つきと書いてありますね。21歳ですか。明日から21に変更してます。ごめんね。なんかもう全然知らなかった。後でパーティーしましょうか。しましょう。いいことですね。さあ今回はなんか結構面白いレポートみたいですけど。そうですね。はい。はい。今回の締めのレポート2回目は日間賀島をピックアップします。まずは日間賀島の場所を一度見てみましょう。どこにありますか？こちらです。こちらフリップをご覧ください。日間賀島は名古屋から、車乗って高速で約70分で、着くところにございます。でこの諸崎っていうところがあるんですけれど、この港から高速船で約10分で、行くことができます。で人口は約2000人としかし周囲が 5.5 キロという形で、自転車乗っちゃえば1時間ぐらいで、回れちゃう、島です。で、今回日間賀島、篠島、佐久島っていう3島あるんですけれど、一番人口が多い島であります。そうですよね。だけど一番小さい島でございます。でおもてなしの島として知られていて自分たち歩いたんですけれど、旅館とか民宿とかホテルがたくさんありまして観光資源もたくさんある、そんな素敵な島が日間賀島です。いいところですね。そして今回は、ジアさんとブライトさん、日間賀島に行ってみてどうでしたか？私、日間賀島だとすごい印象残るのはタコですね。どこでもタコですね。船降りるとタコの大きなオブジェがあったり、あと下水溝の蓋もタコのイラストが描いてたり、どこでもタコですね。はい、本当にそうですよね。もう、やっぱりイメージキャラクターみたいですね。はい、タコですね。タコ。ジアさんはどうでしたか？僕はこの島は観光に面白い島と思っています。なんかというと、今回行った時は結構雨だったけど、
前行った時下見に行った時にはなんかいろなところここの島のいろいろなところに行ってすごいなんていうかブランコですね、ブランコが海の近いにあるブランコがなんか面白いなと思って、で海も綺麗でしたし、それにいた時にはなんていうかイルカがいて、なんか直接に触れるんですね、その時。その時だけですか？なんかある循環なんかある期間。ということはイルカはいるかどうかわからないですよね。なるほど。そうですね。まあやっぱり間違いなしひまかじめだったらもちろんタコ、あとやっぱりフグですよね。フグですね。一度食べましたか？そうです。日間賀島はタコで有名なんですけれど、今回は日間賀島の冬の風物詩、フグを食べてきました。なるほど。もう前回僕はひまかじめに行った時、今だったらもう2年前ぐらいですけど、その時もフグ食べたけど、って言ってましたね。びっくりしたんですか？どうでしたか、フグ？はい、すごく美味しかったですし、日間賀島はトラフグ漁の本場の漁業のあるところでございまして、100年以上の歴史があると言われています。100年ってもちろん自分たちも生まれてないですし。そうですね、もう21だけ。いや、そうですね。しかも天然のトラフグ漁の水揚げ量は国内でもトップクラスを誇っています。で、フグって言われますとやっぱり下関とかが山口県の下関で出てくるかもしれないんですけれど、実はあれたくさん日間賀島のフグで、それがたくさん下関に送られているという形になっています。愛知県からですよね。そうなんです。もう愛知です。それがもうちょっと有名になってほしいですよね。みんながなんかフグだったら下関に行こうって、愛知に来てください。日間賀島来てよみたいな。そうですね。もうどうでしたか、皆さん、そのフグを見て、まずすごい綺麗な状態で皿に置いておきますよね。そうですね。なんか花みたい。そうですね。感想はどうでしたか？まあめっちゃ綺麗でしたね。その皿見たら、綺麗に並んでて、でなんていうか国では食べたことないんですから、まあ今回は初めてでした。なるほど。じゃあ一度 BTR もありますよね。はい、そうです。その美味しいテッサを自分たち味わってきてしまったので、その VTR もあるのでちょっと贅沢な感じなんですけれど。わかりました。じゃあ見てみましょうか。BTR どうぞどうぞどうぞ。日間賀島はタコの島というふうに有名なんですけれど、実はフグも有名な島なんです。ちなみにフグとか食べたことないんですか？日本ではちょっと高級魚と言われてるんですから、自分もあんまり食べたことないんですけれど、今日は食べられるということでみんなで行きたいと思います。行きましょう。10月の中旬ぐらいに日間賀島でテッサコンテストっていうコンテストが開かれて、フグを切ってきれいにパーって並んでるんですけど、その腕を競う大会があって、それがあるとフグ漁解禁みたいな合図。そのコンテストが見た？見た、今年行ってきた。さっきの港の近くで食べてないんだよね。こんにちは。こんにちは。今日はフグがいただけるとちょっと聞いたんですけど、はい。
ぜひ食べてください。すみません、ありがとうございます。よろしくおはい、願いします。はい、どうぞ。日間賀島で、フグが有名な理由とかってございますか？昔はですね、ここはタコの島で取ってたんですけど、日間賀でもフグが結構取れてたんですけど、フグの免許を持ってる方がいなくって、でみんな今までは市場に流してばらまいてたんですけど、せっかくここで取れるから皆さんがそれぞれ免許を1人1人2人1人みんなで教え合ってここに卸すようになったんですよ。それから冬が栄えてきたんですけど、それまではもう冬は全然お客さんいなかったです。フグ専門の免許がないと取れないってことですか？そう、それがないとやれないんですよ。なぜ免許を持たないといけないんですか？これ理由それは命を預かるものなので、種類、フグには何十種類も種類があるんですけど、その種類を間違えて出しちゃうと大変なことになるんですよ。もうトラフグは臓器は全てダメ毒ですし、キンチとかいうフグは肝が美味しくて食べれますし、その種類を間違えて食べちゃうと大変なことになるんで、みんなフグを食べたことがないですけれど、そもそも海外でフグを食べるっていう習慣もないみたいですけれど、美味しいですよ。はい。どう見る？フグはなるべく薄くいって皿がつけるぐらいっていい。で大体薄くこれぐらいかな。何回も練習しないと。練習してようようお客さんに出せるかなっていう感じ。だからもうここで形をとりあえず作って、でこうやるともうこのフグがこう花っぽくなるんで、いいですか。これを積み重ねてだんだんだいたい30分、これ1枚作るのに30分ぐらいかけてやるんですけど、包丁のこの先でここの部分で曲がれる部分、少し曲がる部分を持って貼ると、もうここを押さえてこう親指で少しこうやってやると綺麗にこのくぼみができて。難しいんだな。どうぞ。難しいです。難しいですか。難しく見えます。そう。したらそこで親指で、そう。押さえて少し抜いて、こうしてで包丁で押さえて。まあちゃんと覚えてて、ここはやったと。先に取ってこうして、で曲げてください。こんな感じ。そんな感じ。なんかついてない。いいよ。ちょっと。そう。こっちですか。もうちょうど隙間ありますよね。ここに入れてください。包丁で押さえて。真ん中辺ぐらいで包丁押さえてくれるいいよ。この辺にいいですか。いやなんか変な形。どうでしょう。なんか立ってない。どうでしょう。なんで立ってくれる。どうでしょう。ここ自分たちが作ったところなんで、覚えて2人で食べてください。はい、お待たせしました。これが鉄砂です。すごい。そうなんです。すごい。はい、いきます。美味しい。理想と全然違う。違った。本当。ちょっとさっぱりして酸っぱい感じ。はい。美味しいです。はい、どうぞ。うめえ。
うまいですね。食べたことない感じ。なんか違うって聞いたことあるけど、ちょっと。美味しい。弾力ありますね。弾力。なんか身が甘いね。犬のね、イクラとかウニみたいなあんな感じにして、これを乗せて、答えがいい。美味しいですよ、それでも。いただきます。最高ですね。ラストが一番美味しい。はあ、面白いね。いいね。そうですか。ジオさん、ブライトさん、どうでしたか？やっぱり楽しかった？楽しかったですね。なんか新しい経験で、なんか服テスタを並べたのはなんかまあ新しい経験。すごい綺麗にできたね。ブライトちゃんも本当に完璧ですけど、すごいなんか薄くできて。もう持ってた時なんかほとんど透明状態ですよね。そうですね。でもそれはなんかお兄さんに切ってもらって僕はただ皿に並べただけです。でも本当にうまくできた。ブライトちゃんどうでしたか、その経験？最初にそのお兄ちゃん作る時見て簡単だなと思って、実際に作ってみたら1枚に5分もかかったんですね。5分もかかったんですか？はい。全然女子力なくて、包装を持って手がフラフラして、はい、5分もかかりました。難しかったです。その包丁もめちゃめちゃ綺麗みたいですね。うまくきたんです。そう。ちなみに皆さん初めてフグを食べた人手を挙がってください。お。翔太さんいいかいですか？そうなの？初めてじゃない。トシさんどうでしたか？初めて食べたの印象は？はい、初めて食べました。幸せでした。幸せですか？本当に僕はの肉は特に味がついてないんですけど、ちょっとそのポン酢、柚子で作ったソースにとっても合っていて。本当に美味しかったです。手が止まらないくらいで、一気に何十枚食べたい。わかる。いう気持ちが出て。本当にそのポン酢が美味しいですよね。美味しいです。美味しかったですよ。間違いなしです。ナディアさんはどうですか？私も初めてですっごい嬉しかったですかね。なんかその放送のロケの後にもう早速友達とフェイスブックとお母さんにすごい自慢しました。本当？はい。お母さんも食べたことないらしくて、なのでなんかすごい食べたよってすごい高いものをでも本当にいただきましたので嬉しかったです。なるほど。じゃあよかったですね。じゃあブライトちゃんどうでしたか？味はどうでしたか？味はなかったんですね。でもまあポン酢ともみじおろしつけて、すごく美味しかったんですね。で、服食べてなんか魚って全然感じなかったんですね。ちょっと違うね。はい。コリッコリッとしてプリップリッとして、なんか何それこの食感って感じですね。なんかちょっとだけ歯ごたえような状態で、それも美味しいですよね。美味しいです。すごく美味しかったです。止まらなかったです。ジオさん、味はどうでしたか？なんか日本に来る前はタイの服はチキンみたいな食感で聞いたことがあるんですけど、なんか実際に食べたらなんかさっきバイちゃんも言ったけど、コリコリしてで魚とっぽくないでもチキンにも似てないねって思って、味もあまりしなくて、臭みもない、ポン酢となんだったっけもみじおろしあれも初めて見たんですね。赤いおろし、でそれは美味しいです。よかった。で翔太さんはもちろん21年の間に何回もフグ食べたと思うんですけど、前回のやつが2回目です。2回目？はい。
どうやっぱり美味しいですか？美味しいです。何回食べても美味しいですし、みんなで食べた時多分10分か20分ぐらいですぐみんな食べちゃったので、そうなの。ちなみに自分の国でフグみたいな魚が食べますか？どうですか？なんかタイではやっぱり食べる人もまあいるんですけど、でもまあそんなになんていうか人気な魚ではないですね。ではないですか？そうです。はい。日本のフグに似てる魚ですか？まあ僕は国にいた時は食べたことないですから、まあよく知りませんですけど、でもまあやっぱり録があってって聞いて、それはまあだから国の人たちはあまり食べない理由の一つかなと思ってて。なるほど。そうですね。タオさんはどうですか？ベトナムでフグはありますか？どうですね、ベトナムでは、フグという魚が私聞いたことがありますよ。そうですか。でもやっぱりベトナムでも一緒なんか毒が入ってるの魚はみんなもその印象を持ってて、なんかやっぱりもうフグといってももうなんか危ない感じだけで、ベトナムでも普通なんか似てるの魚もみんな食べてますよ。だからよくなんかフグと毒入ってるのよく間違ってなんか危険な人食べてなんか死んでしまう人もいますから、だから私今の印象を持ってるのがフグが毒入ってるのが強いですね。なるほど。で日本に来てでいつも駅で看板とかあるんじゃないですか、で看板ですごく綺麗なさっきの花ような、で金髪も入ってるの、フグの魚に入って最初分からなかったんですよ。今まで食べたことないし、なんかこの魚だけ見えましたね。でみんな来て何ですかとかフグですよとかみんな教えてもらって、こんな綺麗な魚で食べたいなと、なんか1回だけ食べてみたいなと思ってて、よかった今回はいただきました。でも美味しかったんです。なるほど。ぜひぜひまだ食べたいですね。食べて皆さんも食べてください。トシさん、台湾でフグはあるんですか？台湾にもフグ料理がありますけど、でもなかなか食べれない。ごく一部の地域に限定されていまして、そしてフグにはやっぱり毒があるというイメージが強いんですけど、なかなか食べれないんですね。なるほど。かなりそうです。ごめんなさい。ナディアさんはインドネシアはどうですか？インドネシアはフグは食べないです。でも他のロブスターとかカニとかが人気です。なるほど。まあ僕の母国オーストラリアでも同じように、フグはないんですけども、ロブスターとかカニとかそういうことはすごい人気ですけど、まだなんかいろんな情報ありますよね。日間賀島のフグ、自分たち生きてるとこは実は見ていなくて、まあ美味しそうに飾られたとこを見ていたんですけれど、今の時期だと70センチぐらいの大きさがあるみたいで。そんなに大きいですか？そうです、大きいです。こんぐらいですかね。で日間賀島のフグの漁師は約70名。90名ですね。90名いるという形になります。なるほど。でその中でフグの調理師免許を持っているのが70人ですね。なるほど。ちょっと間違えてしまいました。この70人というのは人口が2000人なので、そのうちの70人が調理師免許を持っているとなると保有率はすごく高いっていう。なるほど。その免許もなんか結構取りにくいみたいですよね。そうです。昔は結構取りづらかったみたいなんですけど、今ちょっとだけ簡単になったらしいんですけれど、でもやはり命を預かるっていうものなので難しいみたいですね。でも姫賀島でたくさんプロがいるということは嬉しいですよね。で今どんどん寒くなってきているので脂が乗ってさらに美味しくなるっていう。もっと美味しくなったですね。であと自分たちやっぱりフグとなるとなんかぷくーっとしてるっていうか、まん丸いなんかハリセンボンみたいな形をみんなイメージしていたんですけれど、あれ実は防衛本能で自分を守るためにあえて大きくして、多分威嚇と言いますか、多分大きく見せるためにぷくって膨れたりしているみたいです。それも面白いですよね。どうしてなんか自分が大きく見たいんですよ。何が敵でしょう。なんかサメとかそういうことはその海ではあんまりないんですよね。フグ、人間以外何がフグを食べるでしょう。人間が一番敵かもしれないですね。人間が一番怖いかもしれない。なるほど。わかりました。あともう一つのビデオがあるそうですけど。そうです。フグをちょっと食べた後に日間賀島島内をブラブラと散策したんですけれど、またその後に
お寺へ参拝をして、はい、次はちょっと自分たちも初めてやった体験がございまして、それが VTR で次流れていきたいと思いますので、その VTR をどうぞどうぞどうぞ。タコ阿弥陀仏で有名なお寺ですね。これを見ていただきたいんですけれど、日間賀島と佐久島の間、島があったみたいで、それが地震で海の底に沈んでしまったみたいなんですね。沈んでしまった島にあった筑前寺っていうお寺があって、そこの寺の仏像が流れ出て、その流れ出たものが漁師の網に引っかかってきて、でその時に仏像を引き上げられたんだけれど、その時にタコがこうやって仏像を守っていたっていうのがあって、でそこからタコがこの日間賀島でもすごく重宝されるっていうか、っていう流れが、はい。見てもらいました。見えた？見えました。見えないんです。ここにタコが入ってくる。中に餌とか入れるんです。あ、もう出れなくなるんですよね、確か。後で聞いてみましょう。では今から、タコの干物を作りに行きます。タコの干物ってわかる？どういうものか。わかんない。食べたことないかも。あ、タコ食べたことないの？タコは食べたことありますけど、タコの干物はあんまりない。ないですね。翔太食べたことあります？ない。ない。そういや。ない。ね。ここで干物作りが。こんにちは。エプロンはめて、これどうやって？違いました。これってなんで読みますか？これはタコツボ。タコツボ。はい。使い方は漁師さんがタコを取るために使うものです。この中にタコの餌を入れて、そうするとタコがその餌を取りに来て、タコがそのまま入る。でこっちのやつは蓋がこういうふうに開くんですけど、タコが入ると蓋がこういうふうに閉じてタコを取るっていう。でこれは窓がありますけど、これはないけど、もう大体基本的にタコはもう中に入っちゃうと、もう出ることはでない。もうない。もう自分の家みたいな感じで漁師さんが船の上に上げるじゃないですか。上げて、もうこの中をコンコンって叩くと、タコはもう出てきます。なるほど。ここは何種類がありますか？はい。ヒマカはね、こうマダコだけ。あと水ダコとかあるけど、もう
ひまかの周りはもうマダコだけ。マダコはもう多いかな。はい、じゃあ今から干物作り始めますのでお願いします。お願いします。はい。じゃあはい。おーい。今死んでるんですか？どうでしょう。どうでしょう。もう生きてないですね。生きてない。生きてないです。生きてる。わかんない。こんな感じですね。うん、そう。できました。結婚決めた。よよし。できました。内臓だけを頭切り離さないように内臓だけをこういうふうにね。内臓だけだよ。ここ気をつけてね。内臓だけ。こう切って。なんかぬるぬる難しいんですけど、まあ楽しいです。生きてるみたいこのタコは。足と足の間に皮一枚残しながら全部こういうふうに切り込み入れていく。できました。こんな感じかな。これ切っちゃかんって言ったでしょ。そうそう、これを切っちゃうと足がついてこないから切るのはここ。ああ、なるほど。綺麗に、今もう全部捉えました。これがいいかなと。はい、よく乾燥できるかなと感じます。これになります。私もはい。はい。はい、どうぞ。これいいのかな。じゃあ外に移動します。落とさないように。行きます。気をつけて。刺してもらって、でこの竹が曲がるので曲げながら一番反対側の足持ってもらって、一番タコが開くところに刺してもらって、でこれで完成です。ちょっと曲げるぐらい、ちょっと曲げるぐらい。いいよ、このままでいいんだけど、ちょっとねこういうふうに曲がるぐらい。こんな感じで。そこ。離して。はい、オッケー。はい、でした。じゃあ皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。まあの出来で。面白かったです。難しかったです。慎重にやらないとなんか引っかからないんですよ、あれが。最初のタコの形で今の形はねすごくいい感じです。食べたくなります。今の形は美味しそうね。なんか綺麗に並べて、そうそう、すごい可愛い。これって乾燥するのにどれぐらいかかるんですか？わかりますか？天気にもよるけど、本当はいつも朝日の出とともに干すと天気と風に恵まれればお昼ぐらいには。早いですね。はい。今日ぐらいの天気だとどれぐらいに？ちょっと1日2日ぐらいかな。はい。まあ。実は僕も前回、日間賀島に行った時に、ものすごいたくさん、タコの紐があっちこっちにかけていたから、ものすごいたくさん写真撮ったんですけど、自分の国でタコが食べますか？どうですか、インドネシア、ごめんなさい、タイでは。どうですかね、なんか、自分がいる時にはあまり、タコが見たことないですね。イカの方が多いですけど、はい。タコは多分なんか日本料理屋さんがいたら、あそこにはやっぱりやるんですけど、でも、普通はあまりないかな。あんまりない？ブライトちゃんどう？あんまり見えないんですか？
あんまり見えないんですね。だいたいエビとか魚の方が、一番多いですよね。インドネシアはどうですか？インドネシアはタコは食べます。食べるんですか？はい、バリは特に食べます。バリはシーフードがすごい、有名なので、何でも多分食べます。タコは。タコも知らなかった。もう日本人以外なんか別の国でタコを食べるってあんまり知らなかったんですけど。台湾はどうですか、トシさん？台湾は本当によくタコを食べますね。特に大きいタコもありますし、ちっちゃいの一口くらいのタコもありますし、お湯茹でて本当に美味しいですよ。そうなの？そうです。へえ、タオさんどうですか？ベトナムは？そうですね。ベトナムでは私もっと前子供の時はなんかタコが聞いたことよくあります。ベトナム海が近いから。でも食べ物にするのがあんまりないんです。私も子供の時は食べたことがなくて、でも今最近はなんかちょっと流行ってきます。なんかたこ焼きとか、なんか本体のなんか小さいのもあるし、でかいのもあります。最近はなんかあちこち出てきます。やっぱり日本の影響が与えるかなと感じてます。実は僕ももちろんオーストラリアでもうタコはもう食べないんですよね。それがありえないでした。ただ日本に初めて聞いた時にあるレストランに行ってご飯の上にもう本当にこういうサイズくらいのちっちゃいタコが置いておきました。それが置物か食べ物かどっちか分からなかった。ただ周りのみんながもうガンガン食べたからうわ一度じゃあ食べた方がいいなと食べて美味しかったんですよね。今タコも大好きですけど、あとお寺が面白かったんですよね。タコの絵馬ありました。皆さん書いてましたか？絵馬を。書きました。書きましたよ。なんて書いたんだっけ？秘密です。秘密？秘密？あとでもう一回その BTR をちょっとゆっくり見て読むことできるよ。秘密？はい。本当に？秘密です。友達ですから教えて。私の好きな皆さんが毎日楽しく過ごせますように。はい。いいメッセージじゃないですか。はい、秘密です。好きな皆さんもしかして彼氏のこと？彼氏まだできてない。本当に？わかりました。募集してます。周りの皆さんということはこのグループですか？好きな人も私も含むんですよね。違うの？よかったです。ありがとう。そしてジエさんは何て書いたんだっけ？僕はなんかお父さんがとお母さんが元気で生きられるようにお願いします。いいメッセージじゃないですか。そうかそうか。で、きれいな日本語、僕の日本語おかしくなって、きれいな日本語で書いてありましたね。私書いたことは多分日本語のミスがあったんですね。大丈夫です。はい、僕の生活でいつも毎日日本語のミスがたくさんありますから全然問題ない。まあ皆さんもそうじゃないですか。翔太さん以外かもしれないですね。いや自分よりみんなのがうまいんで。でもちろんなんかお参りをしましたけど、自分の国になんかちょっと変わっているお参りの何かありますか？ライトちゃんどうですか？タイだと仏像の前にお花と線香とろうそくですね、置きます。でお願いして願ったら人によって違うんですね。願ったらダンスしたり果物とかおいしいものとか、はい、仏像の前に置きます。なるほど。ダンスもするんですか？私秘密なんですけど、合格するために、もし合格したらタイダンスしますって願ったんですね。で合格してはい一人でタイダンスしました。ちょっと見せますか？今ですか？ちょっと見たいんですよね。ちょっとタイダンス見たいんですね。じゃあお願いします。ちょっとだけです。ちょっとだけお願いします。秘密なの全然秘密じゃなくなっちゃったね。今回は練習ですね。はい、合格ができるようにまず練習が必要ですね。OK、じゃあお願いします。ありがとうございました。大きな拍手お願いします。わかりました。秘密です。
誰も言わないでください。ジアさんどうですか？そうですね、なんか同じ体人ですから、でも僕はダンスことはないんですね。ないんですか？ダンスの代わりに何をするんですか？なんかお花とか、果物とか、なんか仏像にの前に置きますとか、はい、そんな感じくらいですね。はい。なるほど。ダンスことはないです。ダンスはない。ダンスってやんなくちゃいけない。やりそうですか？ちょっとやりませんか？できないです。OK、わかりました。タオさんはベトナムでどうするんですか？そうですね、ベトナムでも、仏教の国なので、でもやっぱり日本みたいのなんかこの札とか学校のお願いのはあんまり見えないんですよ。よくテレビとかの映画とかも見えますけど、実際はやらないんです。ベトナムにもタイと同じかな。もしお願い事があったら、なんか果物とかお花を仏壇前になんかやってて、やっぱりもしもうできたらなんかお返しみたいなんですね。ダンスはないですか？ダンスはない。これは初めて聞きました。ないんです。もしかして本当にダンスがあるけど、なんかダンスするって言ったら僕はもしかしてはいお願いするって恥ずかしい。そんなことないですか？そんなことないんです。私も踊りたいんですけど、でもないです。踊りたい。トシさんはダンスはするんですか？いや、ダンスはしません。しないですか？なるほど。本当に？そうです。やってみよう。もしやりたいならどうぞ。そうですね。運動神経が弱い。台湾で一度なんか変わっているお参りとかそういうことはありますか？変わっているその儀式がないけど、願いするときは線香を持って願いしますけど、しかし口を引くときはちょっと変わっていると思いますけど、その事前に神様の許可を得ないと口を引けないという。というパターンですけど、でその神様の許可を得るためにはその2つの小物を準備して、その小物を投げて表と裏の形になったらこれは許可を得ること。どういう小物ですか？月の形のような2つの小物を持って投げて、もし一つ表もう一つは裏という形になったらそれは許可を得ることになるほど。もし表と表あるいは裏と裏はそれは許可を得ていないということを意味していますよね。へえ、それ面白いですよね。口を引く前には神様の許可を得ることという。ちょっと変わってますよね。そうするとね、ベトナムは学区かな入るなんか言う前じゃなくて言う後に。もし私なんか今年は語学がお願いしますとかなんか言ったら、もし許可をもらったかったら言った後にやって、これもさっきの一緒の小物のをやって、もし表一つ表と一つ裏だったら、もうなんか神様はこれは OK ですよとかそういう意味です。だから安心してます。もし表とか裏とかだったらなんか、ダメみたいな、なんかもうそのぐらい教科じゃなくて逆になんかできるかどうかのベトナムではもう一緒のあります。一緒ですか？いや実は不思議かもしれないけど、僕のふるさとオーストラリアでちょっと似ていることあります。一度古いコインを使ってそれも上に投げると、両方が例えば裏だったらそれが勝ち、両方が表だったら勝ち。でもお前りじゃなくてギャンブルゲームなんですよ。ちょっといかんですよね。これはベトナムと多分中国だったらなんかこれはなんか特別の小物というより特別のこれなんか月ですね、月の形ですね。ベトナムでは古いのコインです。なんか日本の5円の形みたいで、穴が開いてるとか、なんか意味が持ってるの。本当に大切なものです。5円のものですよね。はい。なるほど。ナリーさんはどうですか？そういう変わったお祈りの仕方はないんですけど、変わった習慣はあります。なんか日本に来て日本にないなって思ったのが、学校で、授業が7時半から始まるんですけど、その授業前に必ずみんなが校庭で集まって一緒にお祈りをする習慣があっ
て、それが日本に来てないからすごいちょっとびっくりしました。なるほど、はい、なるほど。翔太さんはどうでしたか？なんかそういうのお寺に行ってタコの絵馬を見て、はい、ちょっとびっくりしないですか？日本人としても。そうですね、タコの絵馬はあんまり見たことがなかったので自分びっくりしましたね。多分それ入試の合格祈願とかで絵馬とか書いたりとか、はい、親とかお子さんが生まれるときに、安産祈願といういろいろやると思うんですけれど、タコの絵馬は初めてですよね。はい、はい、もう本当に不思議でした。あとなんか皆様タコの紐すごいうまくできたみたいですよね。あれはどうなったんですか？実は届いてるみたいなので、はい、ちょっともらっちゃいます。はい、ありがとうございます。これがブライトですね。あ、できた。こういう感じです。はい。じゃありがとう。あ、自分の名前もみんな一人一個作ってきまして、それが届きまして、タオ、はい。お、美味しそう、すごい。これからどうするんですか？それが何？本当に食べるか、お土産として持って帰るか、どうするんですか？どうしましょうね。本当に食べる？へえ。焼いたりすると美味しいみたいですね。あれなんか本当に例えば自分の国に持って帰ってお土産としてどうですか？ダメですか？持つんですかね。ちょっとでももう乾かすとなんか結構長い間キープできるじゃないですか。まだ結構柔らかいですよね。乾燥させれば結構持つみたいで。何がダメというと、なんか作った時はね、試食もちょこっと食べられましたよ。すごく美味しくて、もうこれも自分のものかなと思ってます。私お土産だったら別のものにします。なるほど。はい。ごめんね、もうそれだけじゃなくて、もうみんなが見てなんかタコがそのままで持ってる、もう結構なんか面白いなと思ってる。翔太さん、なんかちょっと説明お願いできますか？説明ですか？説明は特にないんですけれどそうです。普通にVTR にあった通り、1時間ぐらいでできちゃうんですけれど、結構早めにできたみたいですね。そうです。はい。でも内臓を取り出したりとか、自分間違えちゃったんですけど、ここちょっと切れちゃってるんですけど、切りすぎて、そうちょっと見えづらいかもしれないんですけれど、はい、足をちょっと切っちゃいけなかったところを切っちゃったりとか。どうですか？これを作るのは一番楽しいところは何でしたか？なんか楽しい方ですけど、多分内臓を取るとき楽しかった楽しかったというなんかまた新しい経験、体験で、なんかで難しいだけど、楽しかったです。なんか美味しいものを作ってるなと思ってて、でこの後は美味しく食べれるようにとか。なるほど。トシさん、一番大変とか難しいところはどこでしたか？やっぱり最後の、その曲げること、その口じゃなくて、そうこの部分は最後のこの部分の口を刺すことは一番難しかったと思います。これ一番難しい。なぜ難しいですか？ちょっと自分の手を刺すその恐れが思ったこともありますし、特に当日はタコも揺れていて、かなり一気に刺すことも無理でしたね。もう一番最初にこういうことを見て、もしかしてこの棒からなんか紐をつながっていて、そうするとなんかタコ上がりっていうこともできるかなと。ちょっとごめんなさい、もう十分寒いですよね。すいません。なるほど。もう皆さんで、もう本当に自分で作ったタコの刃物、後で味わえますか？はい、楽しみですね。大丈夫と思う？ちょっとなんか自信ないみたいですけど、ブライトさん、ひまかじまで何を感じましたか？ひまかじま行って、食べ物がすごく美味しくて、海も綺麗だったんですね。心が洗わ
出たんですね。で、私すごい感じるのは島の人と自然が共存しながら生活していることがすごい感じます。はい。すごく素敵な島だと思います。もう一回行きたいと思いますか？絶対行きます。彼氏と。できたら彼氏と。今募集中という感じですね。わかりました。じゃあ後でなんか連絡先とかそういうことは後で放送局で放送しますから。もし行ったらもう一回言ったら何を見たいとかもう一回何か体験したいんですか？イルカを見に行きたいですね。はい、触りたいですね。なるほど。今度やっぱり夏です。夏です。はい。そう。今ちょっと寒いですけど。ちょっと寒いです。ジアさんどうですか？ひまかじめはどんな島でしたか？そうですね。やっぱり僕もあるし、このようなタコもあるし、僕にとってはこの島はまあ美味しい島でまあ言えるんですかね。やっぱり観光にいいところでまたまあ機会があれば行きたいです。今度行ったら何を見たいとか何を体験したいんですか？なんか今体験したいのは海に近くにあるブランコ。まだ乗れないですね。なんか下見た時も乗れなかったんで、その時は人がまあ結構並んでて、まあ結局乗れなかった。なるほど。なんかまあ面白そうなので、乗ってみたいです。なるほど。もう夏だったらなんか本当に気持ちよさそうですね。もう本当に。自分もそうですね。両親と一緒に服とか食べに行きたいなっていうのが。両親と一緒だったらいい旅になるじゃないですか。はい。名古屋から70分で行けちゃうっていうのをさっき自分で喋っちゃったんですけれど、近いので。日帰りで食べに行きたいなというふうに。本当に便利ですよね。で、船も乗ると楽しいし、旅館もたくさんあるし、美味しい食べ物もあるし、今行こうか。そういう気持ちですけど、ちょっと気づいたかどうかわからないけど、前回篠島のレポートと今回ひまかじまのレポートですけど、雨が降りました。それが誰のせいでしたか？誰なんでしょうね。雨男、雨女はいますか？あれ？罪認識がない。あ、ちょっと待って、誰？ジアさん？自分かなと思ってて、自分のせいなんかずっといつも旅行へ行くときに雨です。わかりました。じゃあ今度のレポートもしかしてジアさんがなんかうちに留守した方がいいかもしれない。そうするとピカンの天気になる。そのことない、大丈夫ですけど。あともう一つ、もう気づいてなかったかもしれないけど、皆様忠臣蔵っていうすごい有名なストーリーは聞いたことあるんですか？47年の浪人の物語なんですけど。よく年末とかにやってるやつですね。そうです。そうそう。もう12月14日はもう打ち入りの日ですよね。知ってますか？知らない？ 47 人の浪人のストーリー、赤穂浪士のストーリー。実はその赤穂浪士の一人がひまかじめに生まれたんです。ストーリー知らなくてもへーって嬉しいですよね。もう今年ぜひそのストーリーをちょっとチェックして、それがまあちょっとなんかひまかじめの大きな秘密、魅力の秘密の一つかなと思っているんですけど。はい。ということで、やっぱり楽しかったですよね。楽しかったです。もう一回行きたいんですよね。行きたいです。今度連れてってください。いつもなんかレポートだけを見ると寂しいです。お願いします。ということで、次回のアジド放送局は、自然とアートの島、佐久島を紹介します。佐久島でどんな作品が出るでしょう。楽しみですよね。はい。今度のレポートは誰ですか？ナディちゃんとレイです。レイさん、今日レイ様お休みですか？そうですか。やっぱり寒いですかね。うちの中、こたつの下が一番気持ちいい。はい、多分ゆっくりしてると思います。今度も結構寒いじゃないですか。そうですね。ちょっとひまかじまよりちょっと寒いです。ちょっと寒いですよね。風もちょっとあります。なるほど。佐久島は行ったことあるんですか？まだ？初めてです。もう行ったんですか？今回はこれから行くんですか？もう行った？行きました。行ってましたか？行ってきました。なるほど。みんなで、みんなと一緒に。じゃあ BTR もたくさん撮った？そうです。晴れか雨かは秘密なんですけどまだ。楽しみにして
ください。なるほど。今度は、12月30日、30日オンエアです。年末時ですよね。お店かの前の日ですよね。そう、お店かじゃないですよね。だってNHK とか紅白とかそういうことでちょっとなんかバッティングするって問題ですよね。NHK が負けるですからね、みんながアジト放送局が見たいと思いますから。それでは最後にチータ娘が出演するひまかじめのプロモーションビデオを見ながらお別れです。リト大好き、愛知県大好きのクリス・グレン、そして皆さんでした。ということで、またね、バイビー。ありがとうございます。